船坂の村を歩く鹿児島県の屋久島を旅しています。その後編は旧屋久町に該当する屋久島南部です。屋久島の大自然に抱かれた集落町並みをご覧ください。船坂の村を歩く屋久島を歩いておりますけれども、今回はですね、島の南部下屋久の集落町並みを歩いていきます。まずはこの安房の町からスタートです。ここ安房の町も昨日歩いた宮之浦と同じようにですね、川の河口に沿って集落町が形成されております。ちょっとこうなんていうのかな、湾曲しているって言いますかね、町も U の字型に作られています。ここから町が始まりますね。屋久島といえばね、屋久杉、その森林、山を登る観光っていうのが、皆さん目的で来るんですけれども、そのね、登山基地になってるんですね。ここからバスに乗って、乗り口まで行ってですね、そこから歩いて登っていくと、そんなことで、発展しております。いきなり味わい深い建物が出てきました。夜の飲食店街ですね。小料理、ぴょうたん。やっぱこのね、昔の入り口があった場所だと思うんですよね。柱型のところにモザイクタイルがあしらわれております。夜の飲食店街の建物の特徴。それでね、この建物の後ろ側に回っていくと、川に抜ける道があるんです。行ってみましょう。宮之浦もそうだったんですが、川と平行の道、ここに商店街があるんですけど、そこに直行する道ですね。川に向かっていく道、そこにもね、家が建ってます。おそらく川の河口が港だったということで、港と、主軸の町ですね、そこを結ぶ道にも家が建っているということだと思います。安房川の河口、緩やかにカーブしてますね。屋久島名物、安房からし焼き。ほんでね、ここで県道に出ます。これは島をぐるっと回っている主軸の県道。まだね、街は続いておりますけどね。ここにね、すごいもんがあるんですよ。モスバーガー。11年前に来た時ね、びっくりしましたね。屋久島にモスバーガーがあるんだつってね。結構ね、混み合うようですよ、昼は。なかなかいいですね。いいですね。雰囲気ありますね。いいね。サインがね、建築の中にこう作り付けられてるっていうのがね、面白いですよね。電話が32番だって。ね、この柱型のところにね、やはりモザイクタイルが使われてます。時代を感じますね。そしてこのお迎えの家も同じモザイクタイル。
暗号吊り橋だって。昔は吊り橋でしたなって。南部に来たら青空が見えましたね。さあ、この辺が街の一番端っこかな。ね、神社ありますからね。おそらくそうだと思います。じゃあ、ここからこの中腹の道がありますんで、これ行ってみましょうかね。行けるの？人ん家入っちゃうかな。抜けられる。完全廃道だな。よいしょ。何ですかこれは。あ、でも続いてる。フリーフレームだ。不思議なもんでね、こういう地方に来た時に馴染み深いファーストフードとかね、ファミリーレストラン見つけるとね、ついね入っちゃうんですよね。嬉しくなってね。まだ開店はしておりませんのでね。あ、でも10時からやってんだ。おお、入れる。10時から。あ、10時から開店です。今開店しました。今ね、目の前でね、店が開いたもんで、つい入っちゃいました。メリークリスマス。屋久島の西海岸の一番南になります、クリオという集落にやってきました。ここは集落の一番北にあります神社です。クリオ神社。で、ここにもですね、アリコのような老木があるんです。どこ行ってもありますね、屋久島はね。クリオ川です。この川はですね、永田岳というところの南麓から流れ出てるようなんですけれども、左手の奥に見える頂は国割岳ですかね。上役と下役を分けている稜線だと思いますけれども。で、このクリオ川の河口左岸にですね、集落が形成されております。これはですね、クリオ川に沿って一本東側入った道です。板壁が綺麗だね。そして、やっぱり石垣がですね、あります。必ずあります。このスタイルっていうのが屋久島の、民家のスタイルなんですよね。ほんとね、板壁が多い。ここもそうだ。板壁で南側に庭があって、石垣で囲まれていて、生垣があると。ここはあまり生垣を作られてないですけどね。ほんとね、同じような作り。これも古いんでしょうね。もう、使ってらっしゃらないですけどね。床が高いな。これ商店。これ前来た時覚えてるけど、でもやってるな。
ますね。よかったよかった。ここにもお店があります。そうそう、こっちの方が印象的だったかな。ここはやってないかな。やってるか。そんでこの道からですね、川に向かって枝道が何本もあります。ちょっとそこ行ってみましょうかね。でこれが川に向かっている道ですから、川沿いっていうのが、河口ですからね、港の役割を果たしてたんでしょうね。石垣が多いな。島全体が花崗岩でできてますからね、ここはね。石には困らないということですかね。防潮堤になってて、防潮扉がついてますね。ここにかつて船がついてたのかな。一応鉄筋を曲げたようなものがここにありますけどね。ここにね、船をつなぐことができるってことなんですかね。この木がまたすごい川の方に伸びてきてますね。ヒュー。このお宅は生垣がね、しっかりありますね。やっぱり島の南側は暖かいですね。全然気候が違うわ。屋久島の一番奥にあります栗尾集落、そこから一つ手前の仲間に来ました。遠くにね、島が見えますけどね。おそらく右側が口之島で、左側が中之島じゃないかな。つまりトカラ列島です。トカラ列島は中之島と平島、2つがね、未踏のままです。コロナがあったもんですからね、なかなか行けないんです。まずですね、海岸線に沿った古い道から行きましょう。この家、こちらのお宅はですね、本瓦。ね、珍しいですね。三瓦とかセメント瓦が多いんですけどね。あの山はなんつうんだっけ、とんがりコーンみたい。こっちに分かれてるから入ってみよう。いいね。やっぱり石垣、板壁、綺麗ですね。路地がいっぱいあります。起伏があると面白いですね。
本当に、こう、通りに面しては壁しかないんだな。基本壁。やっぱ風が強いんでしょう。いやいや、歩いて楽しい。これ石垣だよね。違うわ、ブロック塀か。ブロック塀がここに緑化されてる。中間川です。基本的にこの川の右岸ですね。右岸に集落が固まってますね。川沿いにガジュマルの木がね、並木をなしております。で、ここにものすごいものがあります。仲間ガジュマル。これ、すごいっしょ。ゲートになってる。これどれかね、木なんでしょうね。多分ね、これが、まず基本だと思うんですよ。これずっとこうね。でこういう風に伸びていくんだけど、根っこがそこからぐーっと垂れ下がってきて、この土に到達しているということなのかな。まあね、いずれにしてもね、樹齢300年だそうですよ。さあ、くぐってみましょう。なんか幸せになるらしいですよ。くぐり門。わあ。迫力あるな。石畳になって。ここはですね、現在も使われています小杉谷へ向かうトロッコの一番下流側の発着所。おお、すごい。宇那坂の村を歩く屋久島を2回にわたって歩いてきました。現在はですね、世界自然遺産で有名なこの島なんですけれども、豊富な森林資源を背景に潤った集落や街並み、それを見ていただくことができたんじゃないかなと思います。それでは次回またどこかの宇那坂の村でお会いしましょう。さようなら。So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me up, baby. Together we can go crazy.
Holy Spirit, you're looking so fine. Nobody's breaking you're keeping up with steps I take. So we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you when I want. So call me out, baby. Together we can go